皆さんこんにちは。チャトラ工房のチャトランです。動画の方をご覧いただいてありがとうございます。今回はレイヤーマスクという Photoshop を使う上で便利な機能を一つご紹介いたします。この機能をしっかり理解しておくと、仕上げをイメージしながら写真を撮ることができるようになったり、合成写真が作れるようになったりと、写真がもっと楽しくなりますので、この動画を通じて基本的なことを覚えていただければと思います。早速やっていきましょう。まず最初にこのレイヤーマスク、言葉としてこういうふうに覚えてください。黒で隠す非表示、白で見せる表示、黒で隠す白で見せるというふうに覚えておいてください。作業の方お見せいたします。今この葉っぱの画像の下に背景レイヤーがあります。消しゴムを使ってざっくりと消していきます。角度も調整しましょうか。葉っぱの周辺、不透明度を調整して背景になじませていきます。失敗した場合、多少であればヒストリーから少し前の工程に戻ることができます。今日の作業はここまでで、続きは明日やろう。一旦保存して閉じます。翌日、Photoshop をもう一度開きます。この時、水面の葉っぱがちょっと薄い。もう一度作業やり直そう。ヒストリー、保存をして一旦閉じてしまうとリセットされてしまいます。つまり元画像に編集を加えたこの状態からでは元に戻すことができません。そこで登場する便利な機能というのがレイヤーマスクになります。もう一度作業の方お見せいたします。まずはステップ1、葉っぱのレイヤーを選択した状態で画面右下レイヤーマスクを追加します。そうすると横に真っ白なレイヤーができました。これがレイヤーマスクになります。ステップ2、画面左、描画色背景色を白黒にします。ここの白黒が黒で隠す、白で見せるという部分になります。ステップ3、少し上の方に移動してブラシツールを選択してください。画面の上で右クリックを押すとブラシのサイズを変更することができます。ステップ4、ブラシの不透明度100% にしておきましょう。これで準備が完了です。最初と同じ作業、ブラシを使って黒で隠していきます。葉っぱのところ、ブラシの不透明度が 100% の状態だと境界線に違和感が出ますので、不透明度を調整しながら薄く隠していきます。言い方を変えると薄く見えている状態ですね。このくらいでいいと思います。保存をかけて Photoshop を閉じます。もう一度開きます。最初にお見せした方では直接元画像をいじってしまったせいで作業が滞ってしまいました。ただ今回はレイヤーマスク上で編集をしていますので、必要に応じて作業をやり直すことができます。全体を俯瞰した時にやり直しができるというのはこの先の作業もイメージしやすいですね。こんな感じでいいと思います。大事なところなので改めて整理をしておきましょう。こちらをご覧ください。レイヤーマスク、ブラシで調整をしています。描画背景色は黒と白。黒い部分が隠れているところ、白い部分は見えているところ、グレーの部分はブラシの不透明度を調整して薄く隠れている、薄く見えている状態になります。レイヤーマスクは黒で隠す、白で見せる。ブラシの不透明度を調整して黒で薄く隠していく。やりすぎた場合は描画色を白に変えて戻していく。黒で隠す、白で見せるという風に覚えておいてください。それでは次にもう少し実践的な感じの使い方見ていきましょう。この背景に猫ちゃんの画像載せたいと思います。切り抜きと合わせてお見せいたします。画面左上、オブジェクト選択ツールを選んでください。ざっくり囲むだけでしっかり選択してくれます。ただ拡大するとこのヒゲのところや毛がふさふさしているところが選択されていません。まずは境界線のところしっかりと選択範囲にしましょう。画面左下、クイックマスクモードで編集を選んでください。そうすると選択されている部分のみが赤く表示されます。この状態でブラシを選びます。
ブラシの不透明度 100% にしておきましょう。描画背景色は白と黒。黒で塗ることができます。間違ってはみ出してしまった時は白で消すことができます。ここは選択範囲にしたい部分をブラシで塗っているだけなので、とりあえずはざっくりで大丈夫です。はい、塗り終えたらもう一度クイックマスクモードで編集をクリックしてください。これでブラシで塗ったところも含めて選択範囲になりました。この状態で画面右下、レイヤーマスクを追加します。切り抜きができました。レイヤーマスクのところ、猫の部分が白くなっていて他は黒くなっています。黒で隠す、白で見せるという状態になっています。ただご覧の通りしっかりと切り抜けていません。ちょっと確認しましょう。画面右下、新規レイヤーを追加してください。猫の下に移動します。今度は画面左上、編集、塗りつぶし、ホワイトを選びます。こうして見るとよくわかりますね。さすがにこれではというところもありますので、境界線調整しましょう。レイヤーマスクが選択されている状態で、画面上の方、選択範囲、選択とマスクを選びます。画面が変わりました。背景の赤色、ここの不透明度で調整します。3、40% くらいで大丈夫です。ちょっと拡大します。画面左上、境界線ブラシツールを選んでください。サイズはここで調整できます。あとは簡単です。ブラシでなぞるだけです。毛の質感をしっかり残したい場合はこの機能かなり使えますので、ぜひ覚えておいてください。で、画面右側、いろいろと機能があるんですけども、今回はこのエッジをシフト、とりあえずここだけ覚えておきましょう。右の方、プラスの方にスライドすると境界線が出てきます。左の方は消えていきます。このくらいにしておきましょうか。出力先、新規レイヤー、レイヤーマスクあり、これを選んで OK をします。そうすると調整する前の画像を残す形で調整後のレイヤーが出てきます。もうちょっとシビアに調整したいところなんですけども、これ背景の上に載せるとほとんどわかりません。さらにこのくらいまで小さくすると違和感もほとんどないと思います。もっと言えばこっからさらに影をつける、全体的になじませていく。何が言いたいかというと、レイヤーマスクを追加しておくことでいつでもやり直すことができる、イコール安心して次の作業を進めていくことができるということになります。基本さえ理解しておけばあとは応用だけですので、元画像でいつも編集していますという方、次回からはレイヤーマスクを追加して作業の方をしていきましょう。ちなみにこの画像1分ぐらいでご覧になれます。この後演出を加えた形で映像をご用意しておりますので、よろしければご覧ください。葉っぱの画像、作業工程をご覧になりたい方、過去の動画になりますので概要欄にリンクを貼っておきます。今回の解説はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。大事なことなので最後にもう一度。レイヤーマスク、黒で隠す、白で見せる。Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita seguro de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con Ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes.